2700万出したらこれが手に入る。掃除とかめんどくさそうなんですけどね、高級車の世界ってこういうことなんだよと。なんで自動なん？シャンパン冷やしておけるんです、グラスと。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はですね、なんか意外なことにですね、当チャンネル初登場となりますメルセデスマイバッハから EQS680 SUV ご紹介したいと思います。今マイバッハにはですね3モデルありまして、そのうちの一つとなりますけれども、やっぱりマイバッハ特別ですよね。もう本当に内外装がすごいのでご紹介していきたいですけれども、実はですねメルセデス・ベンツの EQS SUV とパワーとトルクも全然違うので、走りの方はこの次にお届けしてまいります。それでは今日も最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価で応援してください。それではこちらフロントフェイスからお届けしていきたいと思います。EQS にはメルセデス・ベンツではですね、セダンとそれからこの SUV があるんですけれども、マイバッハ SUV だけの展開となっていますので、非常に押し出し感のある大きなフロントフェイスが特徴です。この大きなフロントフェイスを生かしてこのマイバッハらしさっていうのが存分に与えられているんですけれども、 EQS ですから電気自動車ですというわけで開口部がほぼないグリルレスのような状態をとってるんですけれども、それでもグリル形状をしっかり取るのがメルセデス・ベンツらしさ、メルセデス・マイバッハらしさと言ってもいいでしょうか。パネルの中にこのメタルパーツが生み込まれたような可食パネルになっています。かなり大きいパネルですよね。この中にセンサー類も入っているんですけれども、むしろその装飾としての役割が大きいかなと思います。で、私の顔と比較してこのサイズですから、もう本当にですね大きなパネルがゴンとあるような感じなんですけれども、ここにですね1本線が入ることによってこう平坦に見えがちな EQS の顔を立体的に見せているっていうラインでもあります。はい、そしてマイバッハといえばこのマスコットね、エレガンスについていたこの立体的なマスコット、今ほとんど見られないので、このマイバッハで味わえるというのはですね非常にプレミアムでもありますし、またオールドファンも喜ばせてくれるところかなとも思います。2000万2700万出したらこれが手に入る。さあ、そしてその下にですねマイバッハという文字が入っています。ここは非常にささやかです。はい、マイバッハモデルなんですけれども、この下のところにですねまるでパナメリカーナのようなね AMG のような縦型の、このクロームのグリルが入っています。ここは開口になっていて、さらにその下にですね結構ギラッと光るクロムで、このスポイラーの部分を表現しているというような形になります。非常にこの下がですね迫力がありますので、重心が高く見えすぎないという絶妙なデザインですね。さあ、そしてこれですよ。これがすごいの。今回ですねこのようなちょっと立体的なものになってますけれども、別のバージョンもあって、別のバージョンはですね色が違ったりとかするんですけど、このマイバッハのですねエンブレムがブワーって散りばめられていて、ここまでやるかみたいな時代になりましたね。結構一つ一つがですね立体的になっている感じのこの彫りなんですよね。実は彫ってあるみたいな感じで、エンボスの上にこうペイントをこうクロームでしてあるっていうね、シルバーでしてあるみたいな感じになってます。これがガーニッシュ状に入っているというですね非常に押し出し感のある装飾です。さあ、ちなみに今回はですね私お借りしたものはワントーンのボディカラーになるんですけれども、実はですねツートーンのバージョンの外装色もあって、さあちなみにこちらがツートーンカラーとなっていて、上が黒で下がブロンズのような色になってて、この組み合わせもすんごいおしゃれです。さあ、それではサイドビューなんですけれども、今のようにですねこのドアハンドルはスッと撫でると綺麗に開きますので、結構ねどうやって開けたらいいのかっていう感じだと思うんですけれども、撫でるように開けるというのが一番エレガントかつ正確に開きます。さあ、というわけでサイドビューです。サイドビューすごい長いですよね。5135ミリということですごくたっぷりしたサイズです。このボディサイズに関しましてはメルセデス・ベンツの EQS SUV と同じサイズとなっているんですけれども、こういったギラギラ系でですねメルセデス・ベンツよりも一回り大きく見えるようなカーデザインになっているというのは非常に面白い点です。
EQS SUV ベースということもあるので、やっぱりですね腰高感のあるボディサイズと、それから膨らみのある柔らかなサイドビューというのが特徴かなと思います。この EQS に関してはセダンは特にですねデザインに賛否がすごく分かれました。でなぜこの形かというと、やっぱり航続距離を出すためにメルセデス・ベンツ初のですね EQ 専用プラットフォームが EQS からスタートしたんですね。でこれはその派生モデルの SUV とはなりますけれども、その航続距離のためにですね一体となるような丸いフォルムを作ったのが EQS のセダンの方で、こちらの SUV はさらにそこからですね少し腰高のサイズになりましたので、デザイン的に EQS よりもさらにポップな感じになっているということで、デザイン的にもメルセデス・ベンツらしい SUV だなということを感じさせるような流麗なラインになったというのは、ファンを喜ばせたところかなとも思います。さあこの辺からですね非常に大きなタイヤのハウスがフェンダーのアーチの中に組み込まれているんですけれども、このマッスルさとサイドのショルダーラインのこの柔らかさがすごく綺麗につながっていくっていうですね、メルセデスの SUV の都会派 SUV のですねすごくいいところを踏襲したデザインになっているかなと思います。対して下の方にはピッとラインが入りまして、ここ駆け上がるようになっているので疾走感というのもちゃんと演出されてます。そしてここです。やっぱりねステップがしっかりあるんですよね。ヒップラインが高いので乗り込みの時にここを踏む人も多いと思うんですけれども、ここにもちゃんとこのマイバッハのマークが入っているということで、ここもしかもギラギラです。掃除とかめんどくさそうなんですけどね、ちょっと柔らかい歯ブラシなんかでこうちちゃってやらないといけないのかなっていうね、こういうことを考えるのは庶民なんですよ。さあ SUV ですのでフェンダーアーチのところもしっかりとですね艶黒で別の塗装になってます。そしてこのサイドスカートを通り越えて後ろのリアフェンダーにつながっていくんですけれども、実はですねこの辺は黒で縁取りをされているモールのところはですねこの艶黒になってるんですけれども、シルバーが効果的に入ることによってここも高級感というのを上手に出してますよね。さあそれではちょっとライトつけてみたいと思います。メルセデスはライティングがすごく綺麗なので、ここはぜひね注目していただきたいんですけれども、はい、それではライトをオンにしてます。はい、ハイビーム、右、左、ハザードです。ライトとっても大きいですよね。大きいんですけれども中が凝っているというのはやっぱりメルセデス・ベンツらしいライトだなと思います。大きなターンランプですね、これはチカチカと点滅するものになって、ポジションランプがですねこの3つにこうで三角のものが横に流れるようにだんだん広くなっていくというようなデザインで疾走感、またですね切り開く感みたいなのを表しているかなと思います。この中もすごく綺麗で、ちょっとね見えないかもしれないんですけれども、中にですね柄が入ってるんですよね。これねハニカムの柄になっててデジタルライトっていう文字が入っています。でこれがライトの中のユニット、真ん中のユニットにも入っていて、ブルーの色がつけられていてとても先進的ですし、ここもまたこんなところにまでっていうねおもてなし感を表しているところでもあります。さあそれではタイヤとホイールです。すごいサイズですよね。22インチです。でもねちょっと変なサイズで275の40の22インチなんですよね。ということもありまして、そのちょっとやっぱりこう航続距離とか転がりっていうのを考えたのかなっていうような、特徴的なタイヤサイズでもあります。そしていやタイヤメーカーもゼオンってねすごい不思議な感じですよ。はい、キャップのところにはですねメルセデスマイバッハと3ポインテッドスターが入り、開口部の少ないですね空気抵抗の少ない EV らしいホイールになっているというような感じです。この辺がペイントでこの辺が切削面見せてるっていうような感じで、マイバッハのロゴは少し控えめに入っています。さあそれではリアビューです。リアビューもですねこのマイバッハだけの特別なその衣装になってるんですけれども、まずライト類ですよね。このライト今ちょうどですね少し取り回しをしたので光っている状態が見ていただけるかと思いますけれども、長いね一本のライトで EV らしいですし先進的ですし、すごく高級そうね、やっぱりこの LED のユニットをこれだけたくさん使っていると、でしかもこう直線の連続したものがテールゲートで一旦分断をされてますけれども、ここでつながっているだけでですねやっぱりコストかかってそうっていうのをすごく感じさせますよね。あとはこれですよ、 EQS680 ってどういうことって思うんですけど、これ本当にもうトルクもパワーもすごいので走行兵もぜひご期待ください。リアデザイン自体はすごくプレーンです。丸みを帯びた、EQ らしいボディデザインの中に、効果的にこのような、クロームを配置することで高級感を出しているのと、ルーフスポイラーとここにですね小さく
こうちょっと過色が入ってるんですよね。いや、いるかなと思うんですけどこういうところをつけるのがちょっとドイツっぽいんですけど、なんかこういうね細かい過色も実はあって小細工がされているよというような感じです。はい、そしてやはりですね、このドイツメーカーというかね、メルセデス・ベンツもそうなんですけれども、マイバッハもこのクロームっていうのはやっぱり効果的に使ってその富裕層の気持ちをちゃんとかき立てているっていうところがあると思うんですけれども、この、リアのディフューザーのところにもですね、しっかりとこうクロームを大きく使って、そしてそれを黒で締めてというようなマテリアルの違いで高級感を出すということもしっかり行っています。ちなみに SUV はですね、ここ D ピラーのとこですね、このようにロゴを入れたりとかデザインを入れて、ここにデザインのアクセントを持たせるということを結構最近やるんですけれども、マイバッハに関してもこのようなマークが一つポンと入るだけでですね、ここがキュッとデザイン締まるよと。さあ、それではですね、ラゲージスペースそのまま見てみたいと思います。あ、そうなんです実はですね、これね、なんやねんっていうね、まずそれ置いといて、充電の、ケーブルも入ってます。でそれを入れてなおですね、そんなに大きくないですよね。でこのラゲッジが傷まないようにちゃんとレールがついたりとか、おもてなし的なものはちゃんとあるんですけれども、さほどラゲッジが大きくないです。このボディサイズの割にはね、5メートル超えてるのに、5100超えてるのにそんなに大きくないんです。ちゃんとやっぱり理由がありまして、まずこれなんやねんという話じゃないですか。これね、取れるんですよ、ちゃんと取れるんですけど後で見ましょうかね。しかしですね、屋根開けた時にこのようにちゃんとここにもですねブランドロゴが入ってて、いやこれなんだよと、高級車の世界ってこういうことなんだよとね、ちゃんと開けてもゴージャスなんだよと、これが欧州の富裕層の考え方なんですね。さあ、それでは早速インテリア見ていきたいと思います。すごいです。じゃじゃん。いやーすごい。まずそのドアトリムのところもすごく凝っていて、茶色一色じゃないんですよね。ここのステッチとここの部分が入った上は淡い茶色で、下は濃い茶色になってます。でこのトーンの組み合わせの中にブロンズが入っているのですごくおしゃれなのと、やっぱマイバッハなのでこういうところに木目のパネルが使われてるんですね。でもちろんブルメスターも入っていて、もうこれだけで見どころ満点、すごい高級感を感じるんですが、さらにシートがすごいです。もうね、乗っただけでエレガントみたいな気持ちにねさせてくれるんですけれども、これこそやっぱりね高級車の世界なんですけれども、非常にしつらえが上品、すごくシックなんですよね。さあ、まずシートなんですけれども、このようにですねヘッドレストの上にさらにクッションがついたものになっています。そしてキルティングのようなねステッチが入っていて、もちろんね機能としてもパーフォレーションレザーが入っているんですけれども、ここがもうすごい立体的にね、ほら組まれている。ですっごいふかふかなんですけれども、サポート最高っていうようなものです。でここもレイヤーが2つになっていて、で、このパイピングとそれからステッチが同色で刺されているといったような感じです。でこれ座面も非常にゆったりしてます。ただ個人的にはですね、この座面がゆったりしすぎて長すぎてね、ちょっと運転しづらいなっていうのはあるので、女性の方はちょっと気をつけていただけたらと思います。足の長い男性は大丈夫だと思うんですけれども、これこそですねやっぱりね高身長のドイツ勢の設計だなってことをちょっと思わすんですが、アジアで売りたいんだったらシートもうちょっとコンパクトにしてほしいなっていう感じはします。そしてはい、ペダルがこのようになってます。もうペダルまでマイバッハおしゃれすぎるはい、それではこのねスカーフにもマイバッハが入っていて、実はですねこのドア開けた時に下にですねマイバッハのエンブレムが投影されるようになってるんですけれども、こちらの方はちょっと見えないということでですね、ディーラー試乗のお楽しみにしてください。さあ、それでは乗っていきます。さあ、乗り込みますとこのようになってます。エンブレムもですねマイバッハのマークではなくて3ポインテッドスターかと思いきや、よく見るとその周りにですねブワーっとマイバッハのマークが散りばめられているようなグラフィックになっています。さあ、そして、スターターは実はここにあるんですね。でここを押していきますね。そうするとマイバッハのマークが浮かび上がって、このハイパースクリーンが目を覚ますわけなんですけれども、そう EQS はハイパースクリーンなんですよね。でこれはこことこことこの3つのパネルをガラスでつなぎ合わせた非常にゴージャスなインターフェースが採用されております。で
この中では、いろんな操作ができるんですけれども、もちろんですねステアリングのこのスイッチで全て操作ができるようになっているんですけれども、これはここ、これはここといったように非常にこうインターフェースが分かりやすいという工夫がなされているのが MBUX の特徴です。で、この MBUX の先にですね、今 GLC にさらに最新のものが搭載されたんですけれども、この EQS に関しましてもゼロレイヤーという方法が使われていまして、どういうことかというと、こう階層を掘っていかないでもいろんな機能がもうデスクトップに出ていてショートカットで並べられますよと。で、ここもパーソナライズできる上に主要な機能がですね全部揃っているので、パッと直感的に操作できますよといったようなものです。で、例えば今回すごいのがこれです。はい。ドアが自動なんですよ。で、これをスルンってするとドア開きます。ということで、もちろんラゲージルームも開くんですけれども、このようにパッと使う動作はホーム画面に置いておけるっていう感じなんですね。で、これも自分でパーソナライズできます。何の機能を置いておくかっていうのが。で、例えばデバイスとかだとBluetooth でつながっているものを置いておけたりとか、それからこれは目的地ですねとかなので、もちろん MBUX が入ってますので、はい、メルセデスが使えます。こっちの画面も使えるんですけれども、これははい、こんな感じでオンになるんですけれども、ここのエンターテインメント機能は人が乗ってないと使えないというような感じになっているので、今はこんな停止してますので動きますけれども、こんな感じですね。ちょっとリアルに営業推進部とか出てきますけれども、こんな感じでですねセットアップをすることもできますし、この先にもしここに乗ってたらですね、例えば停止状態であったりとか、ドライバーがここを見てないというような状況であれば、ここで助手席の人が YouTube 見たりもできるよと、あとエアコンなんかもこっちで触れるよといったような感じのものも入っております。はい、この中にはですね、実はあれですよ、ほらマイバッハの香りがセッティングされていて、香水がパフュームがですね車内を循環するようになっているので、それもここで匂いの種類というかなんていうんですかね、強さっていうのを選べるようになってます。今回ですね航続距離非常に長いですけれども、航続距離のために、EV のあるあるなんですけれども、結構すぐにですねアイドリング状態がオフになるというような、シャットダウンの機能がついています。全体的にこのようにですね包み込まれるようなコックピットになっていて、本当にジャガーの XJ みたいなねイメージなんですけれども、すごくですねゆったりとしたまたかつですね守られ感のあるインテリアになってます。そして、ちゃんとめちゃめちゃ大きいガラスルーフがついているというような感じですね。さあ、そしてこの中にですねタイプ C と、それから非接触充電と、大きなドリンクホルダーといったような感じで、結構ですねしっかりと物が入ります。あとスターター、さっきも申し上げましたけどここで、あとですね今回そのダイナミクスがすごくて、これを押すとドライビングのダイナミクスが選べるんですけれども、コンフォートモードがもうそもそもマイバッハモードになってるんですね。コンフォートモードを選ぶと一番そのマイバッハらしいですね柔らかい足が楽しめると。で、このコンソールボックスに関してはバタフライで、ここにもあるんだ、さすが電気自動車ね、USB のタイプ C がいっぱいあります。ガジェット使い放題。そうそう、今回ですね、V2H と V2L にも対応しているということで、さすがその辺も日本規格に合わせて作り込んできているメルセデス・ベンツだなという感じもします。そうそう、こういうのもあります。はい、このイオナイザーがついているので、空調を外よりもきれいにすることができるということなんですよね。で、これがフィルターが入っていて、外の汚い空気を全部バリアしてくれるよと。だから車内の方がほらね、これ車外はほら 13PM2.5 になってるけど、車内はなんと 1PM2.5 ということで、室内にいた方が空気がきれいで安心安全といったようなものなんですね。すごいですね。さあ、そしてリアシートです。リアシートもすごいです。これは実はですねファーストクラスパッケージというオプションがついております。というわけで通常は5人乗れるんですけれども、このファーストクラスパッケージをつけると4人乗りに変わります。ファーストクラスです、本当に。という感じで、ここがふかふかで、クッションもなんとマイバッハクッションがついてくる。見えるかな、マイバッハって書いてあるんですよね。ついてくるね。で
もうオットマンもあるということで、これは助手席の前の方がおそらくファーストクラスなので、そっちに乗ってみましょうか。ちなみにですね、この後席のエンターテインメントシステムとかもちゃんとこのように入っておりますし、後ろから見るとね、このハイパースクリーンの凄さっていうのがよくわかるんですけれども、ここに非接触充電があったりとか、なんで自動なんそこいるみたいな感じなんですけど、これあれですよ、ドリンクを冷え冷えにしておける、もしくは温めておけるっていう機能がついてるんですよね。わお。で、多分ね、これね、シャンパングラスを置いとけるやつだった気がするな。で、ここに、じゃん。シャンパン冷やしておけるんです、グラスと。これがさっきのラゲッジルームのあれですよ、膨らみですよ。すごいですよね。で、ここにもちゃんとマイバッハの、ここもウッドパネルになってて、マークもある。すごいでしょ？こんな感じになってるんですよ。ここも、もう、ね、ファーストクラスでしょ？飛行機のビジネスクラス以上はこんななってますよね。で、スピーカーももうこんななってるし、もうこんなんしか言えない。語彙力。語彙力なくしますね。もう人はね、ラグジュアリーの前では。ね、こんなところにも、ね、こんな、これはあれですね、ちょっと手動なんですけれども、例えばマークちっちゃいもの、その書類とか入れておけるようなものがあって、ここにね、マイバッハと文字が入っていて、ここにもマイバッハが入っていて、いやー、どういうことでしょうかね、このゆっくりな感じね。さあ、そして、ここを操作すると、なんか上がってきた。あ、これ、あれだ。取り出せるやつだ。ここを押すと、これ取れるんですよ。取れるんですけど、置いたまんまにもできるんですが、取り外しますけれども、これと全く同じものがこのタブレットに入ってるんですね。私目線でこんな感じです。もう前の座席が前に傾いてるっていう感じですね。いやー。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。はい、というわけで今日はこちら、メルセデスマイバッハの EQS680SUV お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか？すごいです、マイバッハ。外装色のバリエーションも非常に多いですので、本当にね、自分好みの1台をまるでビスポークのように選べるというのもマイバッハらしい個性かなとも思います。しかしですね、走りの方もすごいので、こちらの方ぜひですね、次の動画ご期待いただけたらと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。